この駅は東海道本線で最も利用者の少ない駅、日本の大動脈にある隠れ家的な駅である。夜明け前の神戸駅、日本を東西に貫く大動脈、東海道本線の西の終着点、東京と静岡、名古屋、京都、大阪、そして神戸をつなぎ、JR 東日本、JR 東海、JR 西日本、3つの JR を横断。この大動脈にも1日あたり数百人しか改札を通らない駅があることをご存知でしょうか。今回は東海道線上で最も利用者の少ない駅へ足を運びます。本命の一番少ない駅に向かう前に寄り道をします。まずは JR 西日本管内で最も利用者の少ない駅を訪ねよう。まだ街が眠る5時13分。これからやってくる3番乗り場の京都行き普通列車へ乗り込みます。この時間帯、名物の新快速も快速も運休中。走るのは各駅停車だけ。最速より確実を選ぶ通勤客と鉄道ファンだけが知る静かな時間です。こんにちは、検証交通チャンネルです。ということで今回は東海道線の最も利用者数の少ない駅に行ってみたいと思います。題して東海道本線隠れ家訪問ということで行きたいと思います。ホームには京都行きの電車がやってまいりました。こちらの電車に乗車します。列車はコトンと小さく揺れて発車。ヘッドライトの光にレールが銀色の筋を描き、向かうは東方向へ。ほどなく神戸市最大の接続駅、三宮を出発。JR に阪急、阪神、神戸高速、地下鉄が絡み合い、70万人規模が行き交います。電車は兵庫県内の最後の駅に停車すべく徐々にスピードを落とします。コンクリートの天井が目前に迫り、ホームに滑り込みながら車内にアナウンス。次は大阪。1日の平均乗降約70万人。地下街から高層ビル群まで飲み込む都市の心臓です。大阪の大河、淀川を越え大阪から離れます。大阪駅から4分、もう一つの大阪の玄関口、新大阪。新大阪は山陽東海道新幹線の接続駅。乗り換え客を含めると利用者40万人。桂川と並行しながら水無瀬山崎走行中。電車は大阪府から京都府へ。まもなく今日の玄関口、京都駅へ。京都駅は近鉄、地下鉄とも連絡し、約55万人が動く歴史と観光をつなぐ日本を代表する観光都市。はい、終点の京都駅に到着いたしました。現在時刻は6時48分です。で、ここで、次の電車に乗り換えをします。次は、2番乗り場6時56分の米原行きですね。こちらの電車に乗車します。京都で乗り継ぐのは6時56分発米原行き普通列車。221系の加速音が静かな構内に乗り、私たちは琵琶湖の気配を追いかけて行進します。まもなく大津駅。大津は目立たないが滋賀県庁所在地。安にある車両区を通過。 JR 西日本は残りわずか。はい、京都駅から40分ほど乗車しまして、電車から降車いたしました。そしてこちらの駅が JR 西日本の東海道線で最も利用者数の少ない駅になります。果たしてこちらは何駅なのでしょうか。駅に降り立つと列車の走行音が遠ざかるり、同時にホームに残ったのは朝の両機だけ。
ホームの南側には田園と小さな雑木林が広がります。逆側は民家が立ち並ぶ住宅街。たどり着いたのは篠原駅。ここ篠原駅は JR 西日本が管轄する東海道本線琵琶湖線で1日平均利用者数はおよそ3800人と同線区で最も少ない隠れ家的な駅です。ホームは相対式で2面2線、全長130メートルほどの上屋が線路全体を覆い、通過列車が吹きつける風雨から乗客をしっかり守ってくれます。小さな改札を抜け、まずは北口へ。駅前の方に出てきました。駅前は小さなロータリーになってます。目立った商業施設は見当たらないです。ただ数軒シャッターが閉まってる、のがあるので、こちらが店舗なのかな。朝なんで営業しないだけかもしれません。バスの停留所を発見。電子部品の巨大企業村田製作所安事業所に向かう特化型の時刻表を確認。もう一つ安市のコミュニティバスの停留所。時刻表を見ると乗車するにはかなりの計画性が必要な運行ダイヤ。もう一つ市民バスがありました。こちらのバス停は近江八幡市の、コミュニティバスのようです。安市よりは本数は多い感じです。駅前は静かな住宅街。そして住宅街の奥は田んぼが広がっており、さらにその奥は琵琶湖という風景が広がっている。駅に戻り時刻表を確認。京都大阪方面、昼間は30分に1本程度の運行ダイヤ。最終は23時30分の京都駅。米原方面は昼間の本数は同じで、夕方ら主時の方に本数が増えているようです。終電は日付が変わった0時16分発。深夜0時台の列車が設定されているあたりは、やはり日本の大動脈のプライドを感じさせます。南口へ移動。駅前のロータリーの雰囲気は北口と変わらないが住宅は少ない。そして再びバス停を発見。南口のバス停の時刻表を確認します。こちらも先ほどと同じく村田製作所特化型時刻表と、乗るのに計画性が必要な市民バスです。この辺りでコンビニと検索をかけてみましたら、そしたらこのような結果が出ました。歩くと26分かかるの、結構遠いな。ということで雨も降ってるのでコンビニに行くのは断念します。周辺を見渡した限り目立った商業施設らしき建物は見当たらない。 JR 西日本東海道本線の最も利用者の少ない駅篠原駅。北の安市街と南の近江八幡市街に分断され、その谷間に位置しています。篠原駅で860円の切符を買い直し、再び東海道本線のホームへ。今度は、東海道本線で最も利用者数の少ない駅、今回の目的地に向かいたいと思います。ほどなく到着した新江部23系の普通列車に乗り込み、東へ向かいます。ほどなくして自動放送が流れ、列車は近江八幡市の中心駅近江八幡へ。ここで先行する新快速にスイッチ。逆のホームに JR 西日本名物新快速が入線してきました。こちらの列車に乗って米原の方に向かいたいと思います。歴史の街彦根駅に停車。いよいよ JR 西日本ともお別れです。大垣 and 名古屋 for the Shinkansen and Omi lines。
早朝の琵琶湖線を切り裂く 130km 前市の回送で、たった11分後には山岳貨物の一大拠点米原に滑り込みます。ただいま米原駅の方に到着いたしました。米原は JR 西日本と JR 東海の運行強化。車両の色味もスピーカーの到着メロディーもここを境にガラリと変わります。そしてホームを移動してきて、すでに停車中の左側の、JR 東海の車両大垣行きの電車に乗車します。停車中の4両編成に足早に乗り込んだ電車は米原を出発します。この列車は大垣行きですのアナウンスに耳を傾けるうち、車窓は水田から山裾へ。ご利用の列車は普通列車大垣行きです。東海道本線は琵琶湖湖岸から離れ伊吹山の麓へ。列車は米原駅からわずか13分で目的の駅に到着します。この駅が東海道本線で最も利用者数の少ない駅。周りは山に囲まれていて民家の存在もあるが、大幹線の駅から見える風景としてはかなりのどかな風景。降り立ったホームは2名参戦。見た感じ商業施設らしき建物は見当たらない。先ほどとは逆側の方に歩いてきてみたが、待合室の存在があった。周りの風景は先ほどと変わらず。ということで、こちらの駅が JR 東海道本線で最も利用者数の少ない駅になります。こちらの駅なのですが、柏原駅になります。 JR 東海管内の東海道本線で最小、全線を見渡しても最も少ない駅。こちらは柏原駅。滋賀県米原市に位置し、1日平均利用者数わずか472人。大垣、名古屋方面の時刻表を確認。1時間に2本が基本ダイヤ。最終は23時23分。名古屋まで行く最終は22時52分。連絡通路も都市部では考えられない幅。ただ、関山駅にはちょうどいいかもしれない。出口は一つで簡易自動改札が見えてきました。こちらの時刻表は米原方面。同じく1時間に2本の発着があり、終電は少し遅く23時45分。駅の構内もこじんまりとしています。柏原駅前に出てみると、駅前は飲食店は見当たらず、小さな住宅街のような感じ。予約制コミュニティバスのポールには時刻表はなし。利用者は電話予約必須のようだ。駅前ロータリーはこの駅を利用する方の送迎用として機能。周辺地図を確認。旧中山道柏原宿、かつては旅籠が軒を連ねた町だったようだ。駅から100メートルほど歩くと、江戸時代に栄えた旧中山道柏原宿の通りに出ます。通りを歩くと旧街道の雰囲気が残っているが、かつてのにぎわいはない。かつての大動脈は鉄道時代になって幹線駅を得たものの、物流は高速道路へ、旅客は新幹線へ流れ、街道は往時のにぎわいをそっと胸にしまい込んでいます。調べてみたら、この夢物語というのが、ここから1キロ先にあるようなのですが、この場所がちょうど滋賀県と岐阜県の県境になるようです。この中山道を歩いて県境まで歩いてみたいと思います。
駅から結構近いと思ったら遠かったです。ちょっと来たのに後悔。再び先ほどの、市民バスのバス停がありました。やはり時刻表は確認されなかったので、予約必須のようです。ここまで歩くんだったら予約すればよかったな。駅から30分ほど歩いてきました。まもなく目的地に到着です。これかな？さらに歩みを進めると、用水路一本を境に滋賀県と岐阜県の県境が現れます。想像以上にのどかな風景に、ここが天下分け目の身の近江の境かと思わず苦笑い。宿場町の面影を残す家並みが県境をまたいで連なり、歴史好きにはたまらない散策ルートです。東海道本線の最も利用者数の少ない駅はこの柏原駅なのですが、ここからは東海道本線 JR 東日本管内の最も利用者数の少ない駅に、行ってみたいと思います。私たちは再びホームへ戻ってきました。伊吹山の空気を感じながら普通列車がゆっくりと滑り込んできました。再び米原駅の方にやってきました。そして再度米原駅で乗り換えをしたいと思います。東海、関西、北陸の入り口が交わる駅ながら米原駅のコンコースは広さをそれほど感じない。そしてここから米原から新幹線に乗車し、一気に JR 東日本管轄にワープします。分発光646号東京行きが到着いたします。黄色い点字ブロックの瞬間移動役は光号東京駅。光号が小田原へ滑り込んだのは乗車から約100分後。ホームに降り立つと伊吹山の空気から相模湾の潮の匂いに変わっています。ここは小田原駅、神奈川県西部にある中核都市。再び在来線ホームへ。ホームにやってきたのは熱海行き。東海道線ラストの隠れ家に向けて列車に乗り込みます。車窓左手に相模湾を感じながら西方向へ。ただいま電車から降車いたしました。そしてこちらの駅が JR 東日本東海道線で最も利用者数の少ない駅になります。果たしてこちらは何駅になるのでしょうか。電車から降車。この駅が JR 東日本の東海道本線で最も利用者数の少ない駅。降り立ったホームは左に澄んだ相模湾、右に緑の斜面。ここの駅は根府川駅になります。所在地は神奈川県小田原市。1日平均利用者数は非公表ながら古い統計ではおよそ1200人。東海道本線 JR 東日本区間で最小の乗降とされます。ということで JR 東日本管轄の東海道本線で最も利用者数の少ない駅は根府川駅でした。駅舎から見える眺めは良好。2面3線のホームと相模湾が見渡せる眺望。改札は簡易改札。駅の構内もこじんまり。時刻表を確認。上り下りともおおむね1時間に3本。下りの日付が変わる頃の到着列車が2本あるあたり、本線の矜持を感じさせます。
都内方面へ向かえるのは22時49分。この場所、この時間から都心に移動できるのはさすが大動脈。駅舎がかなり小柄。駅前にバス停があります。箱根登山バス、空白が多い運行ダイヤ。ここはホテル利用者用の送迎バス乗り場のようです。こちらも箱根登山バスの停留所。小田原駅方面に行くようだが乗車するのがなかなか難しい運行ダイヤ。せっかく海の駅に来たんだからもう少し潮の匂いを浴びに行こうと駅前の県道を歩き出す。郵便局と民家が連なる県道に出ます。コンビニを地図アプリで検索すると一番近いのはポツンと表示されたローソンのみ。海岸に向かう階段を発見。そこには幅1軒ほどのコンクリ階段が連々と続いていました。見上げると角度は思いのほか急。帰りはこれを登るのかと一瞬ひるみます。視界が明けたところで赤く塗装された鋼ワーレントラスキョンが姿を現します。鉄道ファンには絶景撮影ポイントとして名高い橋。見つけるのが難しい案内掲示板を発見。ここまで駅から400メートル。今日は真夏日近い温度なので、だいぶ暑いです。駅まで戻るのが今からだいぶ憂鬱です。橋脚をくぐりたどり着いた場所は潮騒と潮の匂いが二重層で押し寄せてくる場所でした。どうやらこの階段から、海岸の方に出られるようです。先ほどの根府川駅から見えた海はこちらになります。通りを横切ると目の前は国道135号真鶴道路。小田原と熱海を結ぶ幹線で駅前の県道とのギャップが激しい。国道を少し歩く。キーで見えないがこの見荒れたところに先ほどの根府川駅があるはずです。ここから駅は100メートルもない距離。こちら側から上がる階段も坂道もない。海と山に閉じ込められた小さな駅の要塞だと実感する瞬間です。こうして今回は3つの東海道本線の隠れ家を訪ねました。 JR 西日本篠原駅、 JR 東海柏原駅、 JR 東日本根府川駅。ここで3つの東海道本線の隠れ家を巡る長い道のりを終えます。